こんばんは、こんにちは、かなです。さあ、一日、お休みをいただきまして FF16 の世界にまたやってまいりました。今日も元気に配信していきたいと思います。音声を確認しますね。ちょっとお待ちください。ちょっと実はマイクを変えまして、ちゃんと音声入ってるかちょっと心配しております。ちょっと後でマイクの紹介もしますね。ちょっと音の確認からしていきたいと思います。なんかね、ちょっと結構感度が良くなってマイク変えたら、なんか周辺の音がね、どこまで入るかちょっと心配。大丈夫だね。オッケーオッケー。大丈夫です。大丈夫かな。ふう言われてますね、クライブさん。ごめんなさい、お待たせしてしまって。はい、皆さん改めましてこんにちは、かなです。今日もよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。ツイッターで始めました投稿してから、スタートしたいと思います。ちょっとだけお待ちくださいね。ツイッターで、始めました投稿してからやります。super イケメン on the world. ありがとう。Thank you so much. Thank you for coming my channel again. よろしくお願いします。OK、じゃあ今日もやっていきたいと思います。皆さん、昨日ちょっとお休みをいただいてしまい、1日経っちゃいましたが、私は依然、FF の世界に、もうおります。現実世界でも FF の世界観がね、強すぎてね、今朝ね、ちょっと外早い時間にいた時に実は小狸がね、道路の脇を歩いてるのを見て、タヌキいると思って、でなんかその時思ったのが、黒の一帯がなんかこう迫ってきてるんかって、黒の一帯が迫ってきて、タヌキがなんかこう森を追いやられて街に降りてきたのかなって思っちゃって、もう FF の世界にだいぶ頭の中をやられてる感じですね。はい、恐るべし。ということで、やっていきたいと思います。前回、なんとシドが私の好きなシドがコージーさんルネサンス、まだ何も入ってないけどルネサンス、スパチャありがとうございます。めっちゃ嬉しい。やったー。コンチャース1000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。ご褒美の飯代にでも嬉しい。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。今日そうなんです。ありがとうございます。本当皆さんのおかげでやっとこの時を迎えることができました。チャンネルかなゲーのチャンネル登録者様1000人行きまして、本当に皆さんありがとうございます。今日最後にですね、皆さんと一緒に乾杯できればと思いまして、ささやかながら飲み物も用意しております。みんなに配れるわけではないですが、結局私飲むんですが、はいので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。ありがとう、コジさん、嬉しいです。
それでは早速進めていきたいんですけど、今ね、新しいもうシドがなくなってしまい、クライブがシドの名を引き継いだんですよね。で、武器の強化ができてなかったんです私。武器強化全然できてなくて、で視聴者さんから教えてもらったので、あら、タルヤに話しかけられる。おかえりクライブ。帰ってくるなり久しぶり。バタバタしてるわね。その顔も見慣れたわ。今じゃただの不愛想な傭兵って感じ。刻印がないというだけで外では人として扱われる。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。感謝してるよ。そりゃどうも。刻印をオットーから伝言よ。もらったんだ。ガブから手紙が来たらしいわ。あんたの部屋に置いてあるからって。ガブから？分かった、すぐに確認する。じゃあまた後で。あ、タルヤ髪めっちゃ伸びてるね。タルヤ5年であんなになる？ガブから手紙、何かあったか？あれ、もともとタルヤ髪短かったよね。内容はもちろんここでは喋らへんけど、今日全開した。明日 DLC やる予定。めっちゃいいですね。めっちゃいいですね。早いですね。結構ずっとやり込んだんですね。新しい腰帯でもあ、ちょっと待って、クライブのね寝室に行く前に気になるな。ほんとね、展開が読めてなくて、私どうなるのか。だってまだこっから作戦会議版、結構アップデートされてるね。この黄色いマーク、情報更新されたよってマークですもんね。あ、下から行くのかな。ブラックちょっと下降りたい。ブラックこう、あ、ここか、ここだ。ちょっとね、武器強化まだ一回もしてなくて、私全然すごいちゃんと見れてなくて、ちょっとやっていきたい。何が必要なんだ。そう、装備の作成だけじゃなくてね、強化ここできるよっていう風に教えていただいて、でこれ私見方分かってないと思うんですよ多分。これってちょっと分かんないので、もし分かる方いらっしゃったら教えていただきたいんですけど、今私が装備している武器を強化できたらと思うんですけど、武器とかね、装着品で、これロングソードに必要素材今これ揃ってて、これやるとでも落ちちゃうってこと？攻撃力もウィルゲージ削る力も落ちちゃうってことですよね。ってことはこの辺もそうですよね。必要素材集まってるけど、これ装備の強化をすることによって強化という名のちょっと下がっちゃうよってことで合ってんのかな。こう赤で下にダウンのマークが出てるから、これまだ私今の私が持ってる武器よりもこう強くなるための素材がまだ集められてないってことなのかな。クエスト全然やってなくて、そういうことでいいのかな。もし知ってる方いたらぜひ教えていただきたいと思います。そういうことなのかなと、ちょっと私室に来ました。でガブからの手紙を読んでねと。機能の紹介。手紙箱。クライブの私室にある手紙箱では仲間たちから届いた手紙を確認することができる。メインストーリーやクエストを進行すると手紙が届くことがある。なるほど。でガブから手紙届いたって言ってるね。これかな。ガブからの手紙。ダルメキア共和国軍の動き。あ、ガブから。ガブ目やられちゃったんだね、あの時のね。シドのね、元いたシドの隠れ家でガブやられちゃったもんね。あ、コジさんアドバイスありがとうございます。赤字は今装備している武器より性能が落ちるでって意味ですよね。ってことはじゃあまだ私武器強化できるほどなんか素材なんかこう強化するための素材を集められてないってことか。
強化のところでこう赤字で落ちちゃってるってことはそういうことか。ダルメキア共和国軍の動き、クリスタル自治領を制圧した、ザンブレックに対しついにダルメキア軍が侵攻した。フーゴ・クプカの紙幣どもも、招集されているようだ。大きな争いになるかもしれない。大きな戦かになるかもしれない。詳しくは戻ってからガブ。なるほど、始まったか戦争が。まあもともとね。ガブはなんて。ダルメキアが軍を動かした。フーゴ・クプカも関わっているようだ。これで奴の紙幣はしばらくの間ベアラーを襲うことはない。クライブをねおびき出すためにベアラーを使ってましたからね。俺たちにも好機だ。後でガブと話そう。各国のマザークリスタルをぶっ壊すチャンスってことだよね。それにしても隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思う。よく作ったよ、こんな大きな遅すぎたくらいだよ。隠れ家を。俺がイフリートの力を使いこなせていればもっとうまくやれてたはず。なのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ。5年経った今もまだコントロールできてないんだ。大きな負担がかかるもの。あなたの体の方が分かっているのよ。良くないことから守っているんだわ。君にばかり負担をかけてるな。これまでたくさんの場所を巡ってきて、相棒というのか、なんかもう夫婦みたいな雰囲気すら感じられますね。人を幸福にしない。恩恵が大きければ大きいほどそれ以上の争いや差別、痛みや苦しみを生み続けてる。それも黒の一帯を大地に広げて人から生きる場所を奪いながら。でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。だから私も手伝いたいの。ジル、だがそれにね、これはあの時ジョシュアが救ってくれた命だから、どうせなら意義のある生き方をしたいじゃない。ジョシュアとはまだ再会できてないんだね。クライブちょっと白髪がジョシュア白髪が確かにいた。大人になった。見間違いなんかじゃない。ああ、気づいてたんだ、あの時。ジョシュアがアルテマと呼んだあの存在。気づいてたんだね、倒れながら。きっとジョシュアは奴を追っているんだろう。今この時も吸収してたよね。また会える日が来るかしら。それを信じてできることをやるだけだ。ちょっとの少しの希望が見えてたんだね。弟が生きてるかもしれないという。クライブはジルを本当はこれに巻き込みたくないのかな。全てのマザークリスタルを破壊する。だがって言ってたし、危険な目に遭わせたくないよね。シドニー、ルネサンス、ルネサンス入ってないですけど、まだシドの意志を引き継ぐ者たちが頑張っております。あ、ジョシュア、風の大陸北部。北部は黒に染まったか。この数年で黒の一帯は広がりよう。しかしひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ、いずれ大陸全土が染まるだろう。アルテマの痕跡を追う先々で世界が死んでいく。アルテマの痕跡。ねえ兄さん、僕らに何ができる？
なんでジョシュアは兄さんのところに行かないの？行けない理由がある？会えない理由。一緒になって戦えばいいのにクライブ、問題が。なんか理由があるんだろうね。ああ、すまない。邪魔するつもりはなかったんだが。気にしないで。打ち合わせをしていただけよ。どうしたオット？協力者のマーサが消息を絶った。すまんが、ちょっとサロンまで来てくれ。マーサ、え分かった。宿にいたマーサですよね。マーサに何があった？オットーと話す。来たりってやだわ。なんか不穏な。ですね、ちょっと待ってくださいね。武器強化についてアドバイスありがとうございます。いや、今見た感じ強化はできるけど、それでも今装備してる武器には及ばんってこと。なるほど。素材は揃ってるから強化はできるけど、そっか、今装備してる武器には及ばん。でもあれなんですね、結構もうこの間の話だと、もう多分ストーリー半ばまあ手前ぐらいまでは、半分ぐらいまでは来てるかもってことだったんですけど、私が集めてるクエストとかやってないから、集めてる素材がなんかそんないい素材じゃないのかな。ここで買うか、工房でこさえてもらうか。いらっしゃい。ちょっとカーロンのおばあちゃんのところでいいちょっと武器品が揃ってるよ。アップデートされてるか見てみよう。ここでも特に今のところギル少な。私317しか持ってないね。楽譜も買いたいけど全然買える気もしない。1楽譜なんか40万ギルぐらい。チョコボニックのパイ評判いいみたいだね。チョコボニックのパイ。モリーさんの自信作なんだ。次は多めに作ってもらうか。チョコボニック、これなんだろう。ケネスのレシピ、庭チョコボの姿焼き。そっか、チョコボって移動手段としてとかペットとして飼われてるだけなわけじゃないんだ。食用チョコボもいるんだ。まあそうですよね。馬みたいなもんか。馬みたいな、移動にも使うし食用にも使われる。庭チョコボを締める。血抜きは念入り。頭と足を切り落として内臓を取り出す。肉をきれいに洗う。水、ワイン、蜂蜜、塩、季節の、香草、スパイスを混ぜて調味液を作る。美味しそうだな。涼しい場所で、調味液に1日浸す。調味液から取り出した肉のうちにパンと木の実を詰める。弱火でじっくり焼く。めっちゃ美味しそうだな。めっちゃ美味しそうですね。私なんかラーメンめちゃめちゃ好きで、ラーメン屋さんで昔学生時代バイトしてたことがあるんですよ。でその時になんか結構こう豚じゃないな、鶏、そこ味噌ラーメン、オットのところに行きながら味噌ラーメンが美味しいお店でね、鶏ガラでスープ取ってたんですけど、鶏のねもう首プルンプルンになった状態のこう姿、骨の姿のなんか内側から手入れて、なんかこうちょっとスープに入れちゃダメなのをこう引っこ抜いたりとか、血を洗ったりとか、そういうのやってたんですよ。だから結構ね、そういうのはね抵抗ない。おっと、詳しい話を。ロザリアに駐屯するザンブレク兵がマーサの宿に押し入ったらしい。知らせによれば怪我人も出ているようだ。そこに来てマーサも姿を消している。面倒なことに巻き込まれたのかもしれん。なぜ奴らはそこまでの行動に。イーストプールの一件は覚えているな。あれを皮切りにロザリアでは駐屯兵が過激化した。ロザリアを治める属領総督府の名の下でベアラーをかくまう者たちを対抗派と称して虐殺。今やその手はベアラーそのものに向けられている。将軍の奥さんもその影響で彼らの方に支障が出ているとマーサから相談されてたんだが。総督府に目をつけられたか。マーサは大切な協力者だ。失うわけにはいかない。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。即行こう。
現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。ああ、すぐに出る。よし、行こうぜ。マーサの宿へ急ごう。あとはここでやることはないかな。一応、ちょっとモーグリーにもネクタール。なんかそうだね、この間言ってたね。この掲示板が気になるなら後でまた来るかっぽ。モグが直々に教えてあげるかっぽ。今はまだ見れないのかな。まだ今は見れないね。もうなんかクライブのこともめちゃめちゃこう新聞とかね、こういう掲示板で叩かれてそうですよね。だってクライブたちはマザークリスタルをぶっ壊すっていうのがね目的だからね。世間ではマザークリスタルがあるからこう国が栄え、町がこう栄え、商売ができてっていう生活の源よりどころになってるのがねクリスタルだから、クライブそれを壊そうとしてるわけだから。とにかく石の剣と合流しよう。あっちだね。やっばいじゃん。駐屯兵のやつらめ、さっきの連中がまだ近くにいるかもしれん。どっかに連れてかれた？シド、来てくださったんですね。コール。派遣された石の剣というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。コールと状況はわかるか？ええ、コール出てきた。話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束して、そのまま連れ去ったと。マーサの行方は？いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入り江方面に向かったようです。ペアラーたちがグレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。やばい、あそこに俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。最後のその時を待ってるね。ベアラーたちがかくまってるのに。駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。ああ、分かった。クエスト粛清の風。宿場を襲った駐屯兵を追う。グレートモン修道院へ向かう。皆さんちょっと今からベアラー粛清だなんてただごとじゃない。やばいね。修道院にいる駐屯兵だけの判断じゃない。修道院にいるベアラーたち殺されちゃうんじゃない？ザンブレクは何を企んでる？こっちでいいかな。こっちから行けるね。悲しみの入り江。オッケー、こっちから行こう。ここから下に降りる。一回行った場所だから。トリガルいる？トリガルいた。トリガルはもうずっとついてきてくれるのね。よし。なんだ？大丈夫か？そう、ザンブレクのやつら。やばい、急ごう。悲しみの入り江に入りました。ちょっとダッシュで急いでいくよ。アイテム取りながら。ちょっと急いでいきたいんだよ。もうちゃちゃっとやっつけていきたいと思います。でガルーダね、視聴者さんから戦い方を教えてもらって、ちょっとボス戦でやってみたいんだけど、OK。マイク大丈夫ですかね。マイク実は変えまして、ちょっと見えるかな。
ちょっとね多分ね音がガコガコ鳴っちゃうと思うので、ちょっと後でお見せしたいと思うんですけど。こんにちは。一瞬服着てないかと思った服着てますよパンツ履いてますよみたいな。肌色だからかちょっとオレンジっぽい色なんですよね今日の服は。ちょっと待ってね。服着てでも私あれですよね。あれちょっと待って、どっから行けばいいんだ。こっから行けるか。こっちからまっすぐ行けるか。ちょっと待ってね。マイク声ちゃんとちゃんと聞こえてるで。ありがとうございます。あ、マーサ無事か。クライブ、急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ。黒騎士たちが出たんだよ。黒騎士？噂なんかじゃなかった。黒騎士？私を黒騎士から逃がすためにベアラーのみんなが盾になって、このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。黒騎士？マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな。分かった。二人ともどうか頼んだよ。よかった。でもマーサは生きてるけど、でもだいぶやられてる。やばいやばい。黒騎士、一体何者だ。初めてだね、黒騎士。ビビアンからもその名を聞いたことがない。彼女も知らないとなる。とにかく修道院へ。ベアラーたちが危ない。ちょっと戦闘の訓練を本当はしたかったんだけど、配信前にガルーダの力で、ちょっと待ってね。エンブレイスっていう相手を引き寄せるエンブレイスっていう技の出し方がちょっとわかんないんだよな。ガルーダのスキルでね、エンブレイスという敵を引き寄せる力があって、でボス戦の時にウィルゲージ 50% まで削って、でその後敵が体勢崩したら、そのガルーダのエンブレイスでこっちかあれちょっと待ってこっちか、間違ったガルーダのエンブレイスっていうスキルで敵を倒すことができるっていうのを教えていただいて、それをねちょっとやりたいんですよ。次ボス戦の時やっぱ何せね、かっこよく倒せないという意味がないんでね。おびめちゃめちゃもう入り乱れてますね。雷と炎と風と。急げまだいたもう今のクライブはもうドミナントより力持ってますからね。ジル、やばい来ました、修道院。頑張ってくれたんだね。うわなんてことを。ひどいクソひどい。人として何者だ。死ねる場所をせっかザンブくレク兵、用意マーしてサさんのところ解放してたのに。に押し入ったチュートン兵ね。みんなマーサのこと守ってくれたんだね。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪。粛清対象だ。粛清なんて。ベアラーもそれをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。黒騎士、こいつか。我ら残野を担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ、
ジル気をつけろよ。けもうやるよ。やっちまうよ。こっちは怒りもう狂ってるからね。でもさ、ベアラーたちマーサを守ってくれたんだね。マーサはでもベアラーたちを守ってたわけだからね。おらや指導の力、これで丸か。ラムーの力もね、指導がね、前回最後無理やり自分のねラムーの力をクライブに渡したからね、ラムーの力も今持っております。よし、オッケー。こんなもんだったの？黒騎士。倒したか。全然余裕じゃん。オッケー、クエストコンプリート。ルネッさん入ってないけど、皆さんと後で乾杯したく今日は飲み物を用意しておりますので、最後までお付き合いください。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。探そう。待って、この中はまた入れる？本当にいない？一人も。本当に一人もいない？わあ、戦ってくれたんだねみんな。あ、大丈夫か？トルガルもお疲れ。お疲れトルガル。踏んでたぞ今お前。ここ隠れてる人がいるかもしれない。これは何？院長様が。院長さんもまあかくまってたわけだからね。ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。そういうことか。この人まだ息があるわ。もう頭も。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ごめん。ここを襲った黒騎士は全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。マーサを守ってくれたんだね。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。まずいね。このことをシドにベアラーたちを、奴らから大丈夫だよ。ちゃんと受け取った。伝えておく。受け取ったよ。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ。やだ。亡くなったわ。最後まで仲間の他のベアラーたちのことを思ってね、伝えてくれっていうのが彼の最後でした。院長様たちの埋葬を終えました。しかしベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。魔法でマーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたら
この砂をリドック懲戒教のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が閣僚に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとうクライブ。ここでね、コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。ここで静かな最後、体の痛みとかねはあるものの、最後穏やかな心でこの修道院のね院長さんに見取られるはずだったのに、なんてこった。ぐるっと回ってかないといけないんだ。やっぱ悲しみの入り江てか、今回の FF 死の描写が容赦あらへんよな。本当ですね。しっかり描かれてるし、結構残酷なシーンがこう、なんだろう、なんか人の残酷さ、同じ人間なのにベアラーに生まれただけでもう生まれた時からこう差別を受けるっていうことだったりとか、もう物として扱われるてるところだったりとか、容赦ない本当に。なんだ出たアーリマン。はいお前か。リスキーモブ、バリスゼア各地にはリスキーモブという凶悪な魔物や、蛮族が装飾し倒すことで、討伐報酬や貴重なマテリアルを入手することができる。なおリスキーモブは、遭遇後に戦闘から離脱することができる。戦わない場合は逃げることができるため覚えておくと便利。まあでも戦うよ。これでちょっと練習気をつけろ。勝ち目がなければエンブレイス、ガルーダのエンブレイスってどう使うんだろう。どこでいけんだろう。ちょっとごめんなさい。戦闘の練習としてちょっとやらせてください。継続と読みますごめんなさい。脳みそが小学生でごめんなさい。ちょっとやばいよ、負けちゃったじゃん。ちょっと待って。あれ、こいつ強いな。こいつ強いですね。ゲームも気になるけど、タヌキどうなっためっちゃ田舎に住んでるわけではないんですけどね。ちょっと待って、ごめんね。めっちゃ田舎に住んでるわけではないんですが、今朝ね、そう冒頭でもX の方でも投稿したんですけど、今朝タヌキを見まして、避けられてないね。はい、ポーション。瞬間移動するね、こいつ。フルゲージを効率的に削るにはやっぱガルーダがいいかな。そこか。ガルーダのエンブレイスの使い方ってどうやるんだろう。やばい。なんか削ったこれか。体勢崩してリミットを使いながらもう技がアビリティもめちゃめちゃ、なんて言ったってラムーとガルーだとやべ避けれなかったか。
オッケーオッケー。ここでアビリティを使いまくる。バルーダとフェニックスとラムーがいるわけですからね。もうアビリティダメだ噛みまくってる。アビリティもほんといろんなものが混ざって、もう何が何だか緑と赤と紫が混在してて、もう何が何やらっていう感じです。もう前が見えません。やばいちょっと避けながら。強いねこいつ。あ、やばい避けれてないね。あれこいつ HP が少なくなって結構最後、うわっ、ビリビリの電気みたいな、電気玉みたいなの投げてきてるな。アビリティ使いまくる。あとちょっと。オッケー、なんとかセーフ。いやいや、タヌキがタヌキがアーリマンって私言ってました。そう、タヌキ見たんですよ今朝。手強い相手だ。本当黒の一帯が広がって、このリアル世界でも黒の一帯が広がって、タヌキがこう生きる場所をなくして街の方に降りてきたのかなってちょっと本当に思ってしまって、本当ゲームの世界とリアルの世界と私の頭の中もごちゃごちゃになっちゃってます。毎日リスキーモブは基本強い。でも倒したら武器作成のレア素材くれたりするから、倒せるレベルやったら絶対倒した方がいいって。なるほど、ありがとうございます。基本戦ってこうレベルも上げたいし、ここで院長さんでいいのかな、修道院の方はここで亡くなったベアラーをここで流してたんだね。この水によって重い荷が洗い出され、魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。そっちも終わったの？ああ。修道院の方は？ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。きっとマーサさんも心配してる。マーサ大丈夫かな。結構足引きずって歩いてたよ。ちょっと早く様子を見に帰りたいと思います。これジャンプできるかな。これこっちまで、マーサの宿までジャンプできるね。ちょっとジャンプしよう。ジャンプ。今日どうした滑舌。いや、基本いつもなんですよ。基本いつものことなんですが、ちょっとね、一日休むとこうなっちゃうというね。一日たりとも私の滑舌は続かない。マーサ、二人ともよかったよ、無事で。戻ってこられてよかった。マーサ、すまない。間に合わなかった。マーサがせっかくね。いいんだ、クライブ。買ってたわけだからね。ありがとう。ベアラーみんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。噂ではあったんだね。奴らのことを知ってたのか。いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に
黒騎士なんて名をつけたんだと。信じてなかったんだ。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。だが目的は何だ。イーストプールを襲った奴らと同じように、これも母上の差し金だというのか。もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して今度は返り討ちにしてやる。そんなことしたらでも二度と出さないためにもね。結構もうマーサ目つけられてるはずだしね。ついさっき大丈夫なのか。オットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。分かった。それじゃあ俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで宿は救われた。まあでもまだこれまだまだ危険はね、この先も続くでしょう。マーサは結構もう目をつけられてそうだし。クライブ、世話になったね。オットーにもよろしく言っておいておくれ。オッケー。これそろそろ引き上げるぞ。もう少しマーサさんを手伝ってから戻ります。帰りの道中、どうかお気をつけて。分かったよ、お前も。いや結構みんな、あ、大丈夫？こっち。あ、これは人じゃなかったね。なんかね、ちょっとあれかな、ライトが反射して若干ちょっと画面が人かと思ったら木でした。みんな大丈夫か。よし、じゃあクライブたちの隠れ家に戻ろうと。クライブたちの隠れ家に、戻りたいと思います。あ、一応さ、前シドの隠れ家があった場所ってここだよね。同じエリア内というか割と近くなんだね、クライブたちの今の隠れ家。でも前のシドの隠れ家よりも探してみよう。なんかすごいこの開けた感じも素敵だし、湖なのかな、湖の上に立ってやるっていうのも結構素敵。まあね、ここまで来るのも長かったでしょう。ここまでこの基地を建てるのも。よークライブ、しけた面してんな。元気出る、ガブに会うと。相変わらず愛想ってもんがない。いつも元気だもんね、ガブ。そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいからお前も座れ。クライブが心から笑える日はいつだろう。ジョシュアと再会した時と多分シドの意思を果たした時だよね。クリスタル実領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。裏切ったわけだからね。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。作戦会議だね。始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。やるか、マザークリスタル。マザークリスタルを破壊する。どっから行く？世界に残るマザークリスタルはあと4つ。鉄王国のドレイクブレス、鉄王国のダルメキアのドレイクファング、ウォールードのドレイクスパイ、そしてクリスタル自治領のドレイクテイル。あと4つだね。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイクファングか。いや、ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろ
今日ついて狙える場所がある。どこ？ドレイクブレス。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ？ポートイゾルデに住む知人を頼ってみろ。知人だ？おじだよ。え？バイロン・ロズフィールド。ロザリア7家族のあのバイロン・ロズフィールド？大陸を股にかけるとんでもない大出てきてないね。初ですね。待って、そうだよ。誰？出てきた？お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。おじはれっきとした貴族だが、その傍ら貿易を営んでる。商船なら都合がつくかもしれない。いけそうじゃねえか。よっしゃ、一丁やってやろうぜ。初めてだよね、多分おじさん。なんかでもジルの顔が浮かない顔でしたね。いい戦略ねって感じじゃなかった。なんだろう、何かあるのかな。過去に何かあったのかな。オットーの事務仕事解放。オットーの事務仕事解放。クライブたちの隠れ家にあるいくつかの施設を利用できるようになった。はいはい、協力者連絡窓口とかね。はい。これらの施設の場所は、パッドを押すことによることで表示されるエリアマップから確認できます。クエスト達成したりリスキーモブを倒すことで名声を得ることができる。名声、支援品窓口と名声の関係。今回利用できるようになった支援品窓口では名声が一定値たまるたびに支援品としてさまざまなアイテムを入手することができる。なるほど。なんかじゃあ入手できんのかな。行ってみようか。ちょっとあ、支度をしたらポートイゾルデに。銀ジマスの人も生きてた。ルカーン。真子に焼き付く変わりゆくふるさと。ムクロの山にもその足止める。結構若いんだよね、ルカーンね。若いパフォーマー、若いパフォーマーです、ルカン。ちょっとね、どこに行こうかな。あ、なんかそういえばアレテストーンで衣装も変えられる的な情報どっかで見た気がするな。思い出の品、ちょっといろいろ見てみよう。こっちじゃなくて、ちょっとクライブの資質に行って、思い出の品、なんかアップデートされてるっぽいから見てみよう。デビルメイくらいやってるみたい。あ、さっきの戦闘かな。誓いの証。何？詳しく見る。誓いの証。シドとの誓いの証ね。これ撮ってたんだ。シドとクライブの間で交わされたすべてのマザークリスタルを破壊するという誓いの証。以前の隠れ家が襲撃される中、ガブが持ち出した。そうだね。タルヤにさ、早くって言われながらガブが机の下からこれ撮ったんだ。そうだ。ガブやっぱいい仕事すんな。今ではクライブたちの信念を象徴する存在となっている。いいね。今はこれだけなんだ。これ溜まってくのかな、ここに。もしかすると今はこれだけしかない。宝物だねってなんかちょっとなんか若かりし頃の貴乃花みたいな宝物だねってなっちゃいましたけど、はい。ここに宝物も、実際の本物の宝物もあった。こっちは何もない。意外にこのアジトの中にもいろいろある。クライブどこで寝てんだろう。こっちはここ寒くないのかな。がっつり開いてるけど。ここクライブの書斎でしょ。ここアップデートは特にない。クライブどこで寝てんの。
あ、ここか、ベッド。思い出の品の横で寝てるんだ。枕は1個か。枕1個か。ジルどこで寝てんだろうな。ジルの部屋ないのかな。かなさん、こんにちは。こんにちは。皆さんいらっしゃいませ。今日もやっていきたいと思います。靴。マーサは大丈夫かい？お見舞いに行けたらよかったんだけど。優しいね、靴。大丈夫だったよ。元気そうでピンピンしてた。メイブ。いらっしゃい、シド。あれ飲めんのこれ。ちょっとメイブについて。私は可愛い子ですね。この隠れ家の憩いの場、パブタブ&クラウンの店主よ。新しい子だね。ボリーの厨房に間借りしてるんだけど、その分美味しいお酒を楽しませてあげるわ。ちょっと飲みたい。シドも一息つきたいときはいつでも顔を出してね。モブとは思えない。めちゃめちゃ美人な子。ちょっと待って、ギルあったかな。あったね。シド、今日もお疲れ様。ちょっと一杯やってきます。たまにはいいでしょう。ルネサンス。ありがとう。ありがとう。クールだね。いつでも飲みに来てね。ありがとう。美味しいなんかおつまみも出してくれてたね。チーズとかサラミとか乗ってそうな。これでなんかこうちょっとステータスアップしたりとかってそういうわけではないんだね。ただ500ギルをこう払ってちょっとグビグビ飲んだっていうね。まあ美味しかった、美味しかった。すごい可愛い可愛いお店の亭主のことね。ちょっと待ってね。私どこに行こうとしてたんだっけ。ちょっと飲んだことですっかり記憶が飛んでしまった。あ、ちょっとね、ミッションも取ってこう。クエストもちょっと取ってきます。クエストちょっと取りに行きたいと思います。後ろに行って、裏デッキってどうやって行くんだろう。こっちから行けるかな。こっちから行ける？あ、行けるね。こっち裏デッキだね。こっちからブラックソン。もしかして下かな。いや、行けるね。こっからこっから下に降りるのか。この女性も富士ビタイ。嘘見てなかった見てなかった。同じ富士ビタイでした。私と一緒の。じゃあきっと和装が似合うはずですね。彼女も。わ、すごい細かいとこよく見てますね。多分男性と女性できっとこう異性とか同性を見る時のポイントってきっと違うんでしょうけどね。私全然額目いってなかった。シドはこの木の果実をご存知ですか？確か植物研究者。隠れ家にもあったな。リンゴの木、はい、植生の研究をしていたマーテルさんが大事に育てていたものです。彼は彼女の亡き後、僕が育成を引き継いでついに食べられるほどに大きく育ったんです。死んじゃったの？当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできました。すごいじゃないか。みんな喜びそうだ。これを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですが、なかなか声をかけられなくて、どうか僕の代わりにお渡ししてもらえませんか？忙しそうだからかな。こう任務でやっぱちょっと怖い顔になっちゃってんのかな。手伝うもちろんいいだろう。連中には俺から渡しておく。助かります。石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます、ですからぜひとも食べていただきたかったのです。そうだよね。きっとこのリンゴのことも知ってるだろうね。こちらがマーテルさんの果実です。よろしくお願いします。マーテルさんってよかったね。助けた人だよね。やっと皆さんに食べてもらえるよ。魔物に襲われてたところ助けた人だよね。土採取しに行ってて亡くなっちゃったんだ。で彼がコルマック君が引き継いだんだね。シャルル。このでっかい樽が湖の水を飲み水に変えてくれるんだとさ。綺麗な水が湧いてくるんだ。でっかい浄水器。はよくわからんが大したもんだよ。知らんのかい。知らんのかい。植物研究者だからまあ知らなくてもいいか。
よし、こっちはちょっと行ってないとこいっぱいあったな、私この隠れ家。てか前のなんだ読む、バリスゼア薬草図鑑、モルボルの根丹念に洗浄した後、3日から5日ほど乾燥させ、鍋で、なんて読むのかんじり何回読んでも漢字でしか読めないんですけど、私したものを粉末状にすりつぶすとなんとかの特効薬になる。なんていうの、石。しかしモルボルは非常に攻撃性が高く、採取するのは困難。一回戦ったよね、序盤でね。栽培もできないため安定的供給に課題がある。大事な何の病気に効くのか、何の怪我に効くのかってところが読めないです。私は役に立たんな。とりあえずでも戦いは剣は立つので、なんて言ったってフェニックスの祝福をね、もともと受けるぐらいの剣の達人ではあるので、ちょっと漢字はいいところに育ってはいました。私ロザリア公国で貴族として生まれ育ったんですけど、でも漢字がね読めなくて、で時々カタカナとかひらがなとかもね、時々っていうか結構な割合で読み間違えちゃったりして、貴族としてでもこれでも育ったんですけど、ロザリアの方でそういう特徴があるんです。ちょっと待って、こっちのミッションもゲットしてこう。こっちかな。いい加減そのほうきも石の剣の隊員に果実を渡す。ここにいたんだ。ミッションクリアじゃんこれで。女性騎士もいる。騎士というか剣。植物園で育てたマーテルの果実だそうだ。マーテルの果実を渡す。甘く育ったみたいだよ。その名前どこかで。植物園にいた人じゃない？そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった。ベアラーのまた実がつくところまで育ったのね。そうか、あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよ。当時は酸っぱかったってねいう話だもんね。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。頬のベアラーの刻印がなくなってる。タルヤさんに消してもらったんだね。さっきの果実甘くてうまかったな。みんな食べたんだね。よかった。マーテルさんよかったね。報われるでしょう。彼女も石を引き継ぐ者たちが頑張ってくれてる。受け取ってくれ。マーテルの果実。ちょっとポケットに入れてたから温まってるかもしれないが。おや、懐かしいな。この果実って前の隠れ家で育ててたやつだろ。先代のシドはこいつがお気に入りだったな。まだ小さいのを勝手に取ってよくマーテルに怒られてたっけ。シドらしい。シドがしそうなことだ。なんだ、ずいぶんうまそうだな。おっと、そいつはマーテルの果実。植物園の連中苗木からここまで大変だったのに、マーテルの意志を継いでよく育ててくれたよ。水もいいのかな。収穫できて綺麗な水にできて。彼女も喜んでいることだろう。関係ないか、植物にいい水。クライブ、いや関係あるか。味に甘さにも関係あるのかな。やれやれ、相変わらずだな、オットーさんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。いや大変だろうに。これで渡し終えたな。
植物園に戻って甘い果実にするってきっとすごい大変ですよね。酸っぱかった果実をどうやったら甘くできるんだろう。酸っぱい果実を果実をちょっとお話を聞きつつ。あらクライブ、支援品窓口へようこそ。なんかさゲットできるって言ってたよね。確かここでは支援者から届いた品を取りまとめているんだったな。ええ、各地の問題の解決にリスキーモブの討伐、そうしたあなたの活動に送る感謝の印だそうです。かわいいね。あなたが多くの人を助けるほどに多くの信頼が寄せられます。どうぞ誇りに思ってくださいね。ありがとうございます。この5年間について一応聞いてみよう。5年前、あの日の襲撃で私に読み書きを教えてくれた先生は生徒をかばって亡くなりました。自分の思いを自分の言葉で伝えていきなさい。最後にそう言い残して。私は先生の遺言を胸に自分がすべきことを探しました。そしてこの仕事を見つけたんです。他のみんなもきっとそれぞれ思いを受け継いだ思いを胸にこの5年間を過ごしてきたのだと思いますよ。なるほどね。隠れ家での役割について。この支援品窓口の受付、それに外から来る、知らせの仕分けと手紙の代筆業もしています。こんな風にいろいろな仕事ができているのも前の隠れ家で先生に読み書きを教わったおかげなんです。一緒に学んだシャーリーも今では子供たちに読み書きを教えてるんですよ。私たちの先生はもう亡くなってしまったけど、いつだって先生に誇れる仕事をしたいと思っています。こちらがあなた宛てに届いた品です。かわいい子だな。貴婦人からの支援品。貴婦人からのマダムのこと？時々覗きに来てくださいね。ようクライブ。協力者連絡窓口。さあ見てくれ。なんか私前回シドが亡くなる前にここなんかアップデートされてるかな。なんだ。あ、待ってた。アップデートされてる。こいつを見るかぽ。リスキーモブ掲示板か。各地に現れた凶暴な魔物、リスキーモブの目撃談が張り出されている。なるほどね。これらを倒すことによってこいつもいい素材、石の剣の連中には手に負えない強さをゲットできるってことだね。そこかぽ。モグはモグリ族の偉大な勇者なのにモグより強そうなやつがいるのが許せないかっぽ。クライブ、こいつらを全部倒してくるかっぽ。お前の思惑はともかく人の暮らしを脅かすのは戦や黒の一体ばかりじゃない。リスキーモブを倒すことでも人が人として生きる場所を作ることにつながるか。安心して暮らせないもんね。あんな化け物が魔物がいたらね。さすがクライブ、話の分かるやつかぽ。モグはここでリスキーモブ掲示板の管理をしているかぽ。知りたいことがあればモグに話してみるかぽ。分かったよ。討伐指南、この掲示板討伐指南だけ見とこうかな。かなちゃん生産いけるよありがとうございます。ちょっとね声を変えてやらせていただいております。リスキーモブの手配書は石の剣が見聞きした魔物のキャラクターになりきって話すのは好きなんですけど、漢字が読めないんですよね。魔物の話を元に書かれてるクポ。魔物たちのことを調べるだけでも大変クポ。クライブが倒したらみんなびっくりするクポ。ちょっと漢字でちょっと引っかかってちょっと内容が頭に入ってこないっていうね、いろいろちょっと問題が起こってますけども、ちょっとねもうそろそろ行こうか。あとはもう一個進行方向の方に
きの果実。クエストあるのでクエストもらってから行きたいと思います。いい加減そのほうきも変えときよ。なんかさっきのリンゴ酸っぱいところから甘いのにどうやって変えるんだろうってちょっと思ってたんですけど、うちのおばあちゃんとおじいちゃんも祖父母も農家やってて、結構いろんな野菜育ててたんですよね。農協とかにこう作った野菜を出荷してて、当時。今はねもう2人とも健在なんですけど、今はもう年でこう自分たちが食べるぐらいのねものしか野菜とかねものしか作ってないんだけど、そういえばなんかまったく弱ったな。どうかしたのか。誰？おじいちゃん。渡し船の底に水が染みてきてやがる。黒の一帯の水は腐敗しやすいと聞く。そういう隠れ家の中の水はちゃんと処理して使ってるが、性質もあるんだ。この船や桟橋なんかは野ざらしだ。防腐用の薬剤を塗って補修を続けないとすぐダメになっちまう。今回も少しばかり怠けたらこのざまさ。それにちょうど薬剤の在庫も切れてるらしくてな、補修しようにもできやしない。なあシド、ちょいと手を貸してくれないか。はい、手伝う。ああ、協力しよう。お前の渡し船はこの隠れ家の大事な足だ。補修するなら早い方がいい。そう言ってくれると思ったぜ。ありがとよ。みんなここの薬剤の入荷にはしばらく時間がかかるみたいでな。だから代用品で何とかしようと思う。なるほどなるほど。ロザリアのクアールテール滝を知っているか。あそこにはシスルソーンって魔物が作ってる。なんか見たかも。強燃液は水ロザリアの方面でね行った時に。すまねえが手に入れてきてくれ。強燃液。わかった。行ってみよう。なるほど。オッケー。早めがいいねこれね。隠れ家の足は強め。ロザリア行った時に滝あったかも。どうしようかな。前回さクエストを結構やらずに多分消滅しちゃったクエスト結構あるんじゃないかなと思ってて、でも今進行中か。物語進行中だから他のところに移動はできないね。とりあえずじゃあちょっとメインストーリーいきます。ホーククライ断崖かなに行く。ちょっと行ってみたいと思います。ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。奴には風獄プカを探ってもらってる。紙幣が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。そうね。シドが生きてたらね、きっと3人で来てたんだろうね。潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。ドミナントの力って途中でなんかなくなったりしないのかな。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。なんで？何の話？どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよ、ジル。頼りにしてる。頼ってくれて嬉しい。トリガルもいる。行こう。クライブのね過去に向き合う時もジルはそばにいてくれましたからね。自分もジルのそばにいたい。そういえばこのロザリア南部は大丈夫かしら。マーサのやあんなことがあったばかりで。そうだ。こっからここか。ポート依存で行く。
アンバーへ向かう。アンバー、ここ下に降りていけばいいのかな。まだ遠い。近くの人里で話を聞いてみるか。この先にアンバーという村があったはずだ。そこを目指そう。わ、いっぱい魔物もいるな。結構魔物もいるよ。もうなんか嫌な気配しかしないね。霧もかかってるし。よし、ちょっとまっすぐ行きたいと思います。目的地ここか。アンバーという町。昔のロザリアならこんな恐ろしいことは起こらなかったのに。何めったなことを言うんじゃないよ。なんだ。何？誰かいる？え？あ、黒騎士？黒騎士じゃん。奴らをかばい立てすれば賊領総督府の存意により貴様らを粛清する。ベアラーのことか、奴らって。我々は賊領ロザリアの汚れを排除するものである。肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。釘を打たれてる。ベアラかばうんじゃないぞって。黒騎士、こんなところにまで。何があったのかしら。連中に睨まれたらここもどうなるか。ちょっと話を聞いて歩こうか。着海の行商に。何をお探しで？ああ、これはなんかいいのがあるかな。全部、あ、これは良さげだけど、攻撃を受けた時のリミットブレイクゲージの増加量が 6% 上昇。めっちゃいいけどギルが足りないね。24000ギル？高いな。あ、メテオライト？メテオライトいっぱい所持してるからまあいらないか。これもいっぱい所持してるね。楽譜が全然買えない。また来てください。もっとみんなクエストとかやって魔物倒したりギルゲットしてるのか。前に難民が押し寄せてるらしいけど、買うためには町の中に入れてもらえないって話よ。なんでだろう。なあ、見たかい？何のことだ？さっきの兵士さ。あれがきっと噂の黒騎士様に違いないよ。貴重なお姿を拝見できて幸せだな。そいつは良かったな。憧れてんだ。なんでもこの辺りに逆賊が潜んでないか調べてるんだって。俺がそいつらを見つければ黒騎士様に褒めてもらえるかな。黒騎士様かっこよかったな。単純に強いこう権力がある人に憧れてるって感じなのかな。単純にね。あ、アイテム発見。結構多分街探索しないと。あっちだね。こういうアイテムとか見逃してそうだな。割とこう目的地にまっすぐ行ってるので。仕方がないよ。もうロザリアなんて国はないんだから。そういう逆賊を見つけたら噛みつくんだぞ。そういう動きになってきちゃってんだね。噂好きの青年。もし何かあったんですか？ああ、賊領総督府に立てつく逆賊が現れたんだと。奴らの住処を探すのに軍が出てきたみたいだ。あんたら旅の人だろ。何か聞いてないか？いいえ、特には。そりゃ残念。誰か詳しい話を知らないかな。逆賊が現れた。さっきの黒騎士は逆賊を探してるみたいね。もう少し話を聞いた方がいいな。聞いてみよう。この人じゃない？あの人だね。もし住民の男。話を聞かせてくれるか？なんだい？ここを訪ねていた黒騎士のことなんだが。そこの旅のお方。私はこの村の長を務める者。さっきの方。お二人に無礼を承知で申し上げる。
どうかこの村から早く出て行ってくださらんか。厄介を起こしたくないんだよね。今のロザリアは俗領総督府のもと厳しい状況にあります。どんな些細な理由で村が滅ぼされるか分かりません。あなた方のようなよそ者がこそこそと嗅ぎ回れば、それだけで目をつけられかねないのです。そうなったら最後、総督府を滑るアナベラ様は直属の配下である黒騎士に村を襲わせるでしょう。やっぱアナベラが裏にいたか、黒騎士の。イーストプールの二の舞にはなりたくないのです。分かった。邪魔をしたな。しゃあないね。まあ村の長としてはそうだよね。村人たちをね、自分の村を守るために。やはり黒騎士は母上の差し金だったか。だがこの村は総督府を恐れているようだった。奴らに平服していれば襲われることもないだろう。今はそうするしかなさそうだ。民を恐怖で縛るなんて。ジル、どうかしたのか？ごめんなさい。昔を思い出していただけ。大丈夫よ。それにしても黒騎士が探している逆賊が気になるわ。奴らの目的を考えればベアラー絡みだろう。もしかしたらこのロザリアにはマーサの他にもベアラーを保護している連中がいるのかもしれない。協力者として迎え入れることができればありがたい。そうだよね。心強いし、ここであれこれ考えても仕方がないな。今は先へ進むとしよう。ええ、そうしましょう。もうちょっと進もうか。シャーロップ岩山。山道が続いているようだ。ここから魔物も多くなりそうね。気をつけていきましょう。戦いづらそうな場所だな。わ、なんだ？ハンター？ハンター？じゃあ一気に片付けてやる。おりゃ！動き出す異物が増えてきたみたい。ただでさえ魔物もいるっていうのに。動き出す異物。クイッ！ナイス。こっち？あ、このずっと先だね。ここずっとこの道なりにずっと進んでいくのね。雨も降りそうな天気で。あ、うわー、びっくりした。全然気づかなかった。け一気にいっちゃおうぜ。オッケー、トリガルもいけ。オッケー。よし、どっちが進行方向？こっちで合ってる？こっちで合ってる？こっちで合ってるね。よし。ゲームのあるある。戦闘後進行方向がわからなくなってしまう。まあ私はしょっちゅうなんですけど、これどっちからでもいける系だったね、さっきね。ほんとね、地図もリアルな世界でも、あ、なんだこれ。あ、宝箱ありましたね。それ一気に行こうぜ、一気に。これあんま強くないのかな、ラムーのさっきの。OK。宝箱はどこだ？宝箱さっきあったな。ちょっと待って待って。こっちか。こっちだね。違う。フリフリじゃないのよ。このまままっすぐ行って、今、あ、待って、ここはいけない。あれ、こっちじゃない？こっちじゃないね。上の方だね。ここからじゃあこう行って、そうだね。あ、またいるじゃんこいつ。あ、敵じゃなかった。よかった。逆賊が誰かっていうのを、じゃあここから
ちょっと探りながらいく感じかな。でいつかきっと自分の実母アナベラとも対峙する時が来るんでしょうね。すごいパワーだ。これあんまり強くないなこれ。よしよし、この調子で。こっちじゃないぞ、こっちじゃないぞ。こっちで合ってるか。あ、ここじゃないね。ここじゃなくてこっちから降りてくんだ。なんかね、不穏ななんか雰囲気があるからなんか起こりそうで怖いな。目的地周辺来た。あ、敵。潜んでるね、かなり。倒したか。オッケー。こっから橋を渡ってくのか。ここだね。ここだここだ。ん？なんだなんだ、ちょっと嫌な雰囲気。これってすごい大量の血。まだ新しい。トルガル？なんだなんだなんだ。黒騎士か。そこで何をしている？黒騎士。我らに魔法使うやつもいるね。さては貴様らも種火の守り手か。種火の守り手？この場で粛清するまで先に行った仲間とは隔離所で会うといい。ベアラーのことかな。我ら残夜を担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。これが合言葉なんだ、黒騎士たちの。オッケー、行くよ。トリガル行くよ。お前たちを勝手にはさせん。おりゃ。行くぜ。シドの思いを。いや。おりゃ。おりゃ。トリガル。おい。リミットブレイク。おりゃ。草木が燃えないのが。草木が燃えないのがなぜ草木が燃えないのだ。よし。黒騎士やっぱ強いね。なかなかやられないね。これやるともう本当に何にも見えなくなるよ。リミットブレイクも合わせ技。おりゃ。もう敵がどこにいるかもわからん。おい。オッケー。わ、すごいいっぱいいる。めっちゃいっぱいいるね、黒騎士。思った以上に人数が多い。このフェニックスの間合いを詰めるのが結構ちょっと私は好きかもしれない。やりやすい。おりゃ。
オッケー。ふう、めっちゃ多かった。よし、ここまでは順調。毎回死んだけどね、今日はちょっと毎回死んじゃいましたけども、話を聞こうじゃないか。種火の守り手と言っていたな。それがお前たちが探している連中の中。逆賊め、そっか、知れたことを。ベアラーたちを困ってる人たちのことだったのか。逃亡を手引きしたベアラートはすでに粛清した。オールドヒルツァー戦場に行ってみろ。あれが我らに立てついた報いだ。何？クライブ。この先の集落だ。もう遅い？もう遅い？もう遅いの？行ってみよう。でも急ごう。とにかく今は急ごう。何をしたの？黒騎士たちは。どうしたトルクル？この匂い。なんか見せしめ的なこと？まさか。やめて。だからそのあれだよね、逃がそうとしたんだよね、きっとね。うわー、やば。まさかこれも母上が。こんなの人がやることじゃ。そうだな。何がここまであの人を。一体。クライブ。母上とは全てのけりをつける。いつか必ず。いや、お母さん本当人がやることじゃないね。先へ急ごう。自分の生みの母親が。ジル、この人たちを。分かってる。後でちゃんと弔いましょう。ポートイゾルでは大丈夫かしら。やばいな、ちょっとやばいね。もう目を向けられない。ちょっとわあ、悲惨な現場。ポートイゾルデへ向かう。急いで行かないといけない。あっちの方か。ちょっとすんごい遠くない？ちょっと待って、ポートイゾルデどこ？ここに一気に移動できるね。ここに一気に移動できるね。あ、ミッションもクエストもできるようになってる。結構。あ、前回ちょっとクエストできなかったので、ちょっと消滅しちゃったのもありそうなので、クエストもやっていきたい。はい。ということで、ちょっと今悲惨な現場を目の当たりにしまして、ちょっと動揺しておりますが、いやー、ひどいね。そうだね、すっかり忘れてましたけど、クライブの実のお母さんといつかクライブはけりをつけなきゃいけないっていうね、それもありましたね。お母さんはなんでなんか敵国に
敵国ともともとつながってたのかな。お父さんが亡くなってなんか敵国になんかこう寝返ったのかちょっとよくわからないけど、お母さんなんでそのロザリアの国の人だったのに高いこう権力を維持したまま他国でもなんかブイブイ言わせてるのかちょっとよくわかんないし、その辺謎。でももうお母さんとは思いたくないよね。はい、ということで、皆さん、今日もですね5時半ぐらいまで配信したいと思いますので、1回休憩を挟みまして、2回目の配信、始めたいと思います。最後に1000人カナゲーチャンネル1000人行きました、ありがとうございますということで、皆さんと乾杯したくグラスを、用意して待っておりますので、2回目の配信の後皆さんで乾杯できればと思います。はい、それでは、2回目の配信ですね、16時どうしようかな、20分とかからでもいいですか、10分後16時20分から、再開したいと思いますので、皆さん、お時間ある方ぜひ、ライブで遊び来てください。お時間ない方もぜひアーカイブでまた遊び来ていただけたらと思います。それでは16時20分からまた再開しましょう。バイバーイ、ありがとうございます。バイバーイ。